匿名？あれ箸どこ置いたっけ？ごめんなさいね。あ、するね。てっ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 てよいしょ。やっほー。皆さんこんにちは。小原の部屋へようこそ。今回ですね、ぜひ今のタイミングで帰っていただきたいです。この頃にはイベントが終わっているということで、皆さんありがとうございました。お祝いしていただき本当に楽しい幸せなイベントだったんでしょう。まだやってないタイミングなんでね。はい、ということでお帰りください。はい、今回の企画なんですけど、やりたくないんですけれども、スタッフから見た小原好みあるあるを募集しまして、私がそれを判定していくという企画だそうです。じゃあ早速やっていこうかなって思うんですけれども、何ですか？トリセツを作り暴露しみたいな。いや全然暴露ってことではないんですが、なんか小原さんのあるあるみたいのを皆さんにちょっとこういただきまして、はい、一旦匿名でいろいろ匿名？気になったら言います。ちなみにどこまで聞いたの？今ここにいる。この4人だけな。はい。オッケー。まず一つ目、何かいたずらっぽいことをするとき舌をペロッと出す。そうなんだ。あんまり自覚というかあれはなかったですかね。変な笑い方するの分かってる。唇噛んでね。この人じゃ違います。わかんない。そうなんだ。やべえやつじゃん。すいませんでした。あとはこれは何名か被ったんですけども、いつも何か共演者だったりスタッフなど含めてよく差し入れを美味しそうなものを買ってくるっていうあるある。認める。あとはカバンに基本おにぎりが入ってるっていうのがありました。今日入ってないし。今日入ってんのゆで卵だし。食べ物入ってるね。現場にぬいぐるみがあるとなんとなく整えている。でもなんかこういう風にはやるかも。パンパンってやったなんかココハラちゃんとかそれを整えてるっていうのをよくしてるっていうイメージだった。なんかね、この番組によく来てくれるココハラちゃんはね、源田さんのなんだよね。ココハラちゃんなんかいい感じにここはねカーリングされてるのよ。パーマかかってるのあの子。なんか私がポンポンってやって村上さんがなんか整えるみたいなのがなんかセットになってる。じゃあそれをあれですかね、イメージしたのかもしれでないも、かもしれない。続いて仲のいい人にはキレのいいツッコミをする。そうだね。そうそうそう。そんななんか初対面だったりまだそこまで親しくなってない人にスパっていけないよ。はいはいはい、あるあるですね。スタッフの近況を結構把握している。こっちが聞くからかな。確かに。話すから、その子リターンっていうかあれで。確かに確かに。店員さんにありがとうございましたと言われると丁寧に返してしまう。基本そうしてる。バイトっていうか飲食店もやったことある、接客業やったことあるから。それの名残。これちょっと私なんですけど、言ってくんだ。なんかちょっと説明が難しいと思って、なんかこうボソッと一人で何かを言っていることがあるなと思って、例えばわあ何々だとか小さくお水ありがとうございますいただきますとか言ってるのがよくあるなって。すいません。年がいもなく。その謝るとかでもなく、これはなんか小原さんあるあるで私が一番最初に思いついたことだったんですけど。独り言が多いからね。家でも喋るからね。怖いよね。怖くないですよ。あれ箸どこ置いたっけとかって一人で家で言ったりしたり。あと5分だけがだいたい30分って書いてあります。それ私にじゃなくて全体ですかね。連帯責任ですね。次に行こうか。私そんなにスケジュール押し押しにしたことないぞ。挨拶の時に目をなんかこう細め、これも私なんですけど言ってくねみんな。目を細めて挨拶おはようみたいな感じの顔をしてる印象があります。おはようって言って。確かに確かに。目細めてんの？笑ってる。おはようって言ってるから。そうかも。いいよアップにしなくて。その時じゃあ顎が。顎上がる癖がある。トリセツに入れて。あるある。あるある。顎を上げがち。写真撮る時も何する時も顎を上げがち。もう生まれたての赤ちゃんから顎を上げてこうやって寝てたんだって。生まれてから首が短いことを把握して生きてきたんだよ30。だから写真集の中にもある。今回のその写真集にもあった顎上げてるやつ。多分ねドアップの写真で1枚こうやって上げてるやつがあるの。
なんだろうね、撮ってる瞬間はそういうの考えてないけど、済ましたいのかな。腹立つ、ああいうの見ると。そんなことはないんだけど。そんなことはないですよ。でも確かに私はこう目細めてるって印象はありましたあー、確かあるかもしれないに目を細めて、確かに笑って挨拶してんのかもね。いいやつじゃん。けど、キャスター付きの椅子を座ったまま移動。あー、するね。うん、こうやって移動してるよね。してるね。あるある。負けず嫌いっていう。あー、声がさこういう感じだからなんかふわっとしてる感じなのかなって見られがちだけど、すっごいプライドの塊だと思う。そんなことはないですよ。いい意味でね。まあプライドは必要ですからね。うん大事です。確かに負けず嫌いかもね、うんよろしく。意外と長女っぽいよね。気が強いってこと？うん。面倒見がいいってことですか面倒見がいい。だってこういう座組だもん。これまでやってきた動画の中でたまにこう見返したりすると、外にロケした時面白くて、基本閉じ込められた空間でみんなやってて、でみんなさやっぱ各パートを担っているわけじゃん。たまにみんなそうなんだけど、開放感がパーンってくる時があるの。そうすると、あれあの人どこ行ったのって言ったらいなくなってたり、全然違う人とこの人たちけど喋ってたりとかで、それを見て長嶋さんが全体をね、始まったみたいな感じ時間通りになんかこう動こうとしてるのは、ここ2人偉い人だけが想像して「あの人どこ行きました?」とかって言ったり確かにそれは小原の部屋あるあるかもしれないですね。源田さんはずっと変わらない。できょんさんはなんか間に入ってすっごいバランスを保とうとしてる。この人だけがたまになんか本当にいない時があってで、なんか外に出て何かを開拓しようってした時に相手の方がわからないとかっていう時に、一番こう先頭に立って開拓しなきゃいけない人物ではあるんだけど、私よりもコミュニケーション能力が高い人がここにいるから、この人が先頭を切って「これ何でできてるんですか?」とかってカメラ回る前に始めてくれるから、和んだ状態でスタートすることは多い。確かに。そうすると一番最初に喋ってくれたのがこの方だったりするから、相手の方が私も見てたけど村上さん見て「あ、こうなんですよ」とかって言って、私も「あ、そうなんですね」っていうのと同時に、もう一人カメラに映ってない人が「へー」とかって言ってくれてるから面白いです。私の取説かな。村上式の取説作ったら面白いかもしれないね。取り扱いきれないかもしれないね。長女っぽい。きょんさんあります？私見ててこうだなって。いやでもね、さっきいくつか私も入れてたんですよ。ほう。かぶっちゃうんですけど、なんか仲良くなればなるほどなんか突っ込んでるなって思います。その人たちに確かに。なんかすごい愛のあるというか。笑ってる。大丈夫かな。大丈夫かな。確かに仲良くなればなるほどツッコミはきついかもしれないね。きつくなったりするかもしれないね。それで愛花さんとか話聞いてすごいやっぱ面白くな愛花さんと古賀には唯一うるさいっていう。古賀だと多分ラジオ中とかに言ったことがちょっとね、うるさいなとかって言ったり、愛花さんもプライベートでドライブしたりとか、2人でお出かけしたので、じゃあその場所楽しみました、じゃあ移動 しましょうって言って車乗せてもらってて、ごめんねこの後ガソリン代払うよみたいなことバーって言ってたりしてて、いや全然いいんですとかって言って、なんか行きたいところと話したいところがこうてんこ盛りになったんだろうね。あ、ここに行きたくて、あ、小原さん信号が、車が来て、で小原さんとかって言うから、愛花さんうるさいとかって言うの。そうすると愛花さんやったーって横で言うの。何ですか？喜ぶの、愛花さんうるさいって言うと。だから仲良くなると声が低くなる。あとうるさいっていうのは本当に仲がいい人にしか言わないっていうことを彼女は知ってるから、だから小原好みっていう人物が仲いいっていう愛を込めてうるさいっていうのは小顔いと自分だってことを知ってるから、なるほど。そうだ、やったって言って、なんで喜ぶのってだって、うるさいって今日言われたとかって言うから何この人治んないですか結局。古賀さんと私にしか言わないんですもんねとかってたまにこの人にも言ってる。神さんうるさいって言ったり。いやみんな仲いいんだけど、多分絶対源田さんにうるさいっていうことはないと思う。他に何かあったんですか？でももう基本全部言いましたね。あ、ここに書いてある。いい感じね。
小原あるある自覚してるのは身振り手振りが多い動くやかましいそうですかね。なんかこうやってできないあでも確かにこうやってはいないかもですね。メイク中も動く。動くごめんなさいねごめんなさいねごめんなさいねでなんかこうアイシャドウ入れてくれる時ちゃんと指示すんの上っつったり下向いてって言ってんだけど言うこと聞かないの下っつってんのずっと上見てから口元とかねピンポイントであれしたいのに喋る。確かになんかよくコーラさんになんかはいこっち向いてくださいとか抑えられるはいってこうやって頭こうやってやってるかもしれないです。そう確かにそれはあるあるだ。落ち着きがないですじゃあ結構今出たあるあるはあんまり自分の中で結構意外なあるあるでしたか？みんな表面的なところだけ言ってるのかな気使ってるのかなっていうのは若干思った本当ですか？ 3年半ぐらい一緒にいるからいろんな目を見てると思うんだなんでここ立て続けにこの動画2本こんなに自分でさらけ出してるダークな部分は出てこなかったですけどね。ダークな部分はあんまり持ってないとは思うんだけど全然でもなんか「わーい!」って全部生きてるわけではないから怒ると喋んだ。本当に絶対嫌だって思ったりするとさ顔が多分って多分なるからその時に偉い人は気づいてやめましょうって言ったりするからそんなやつです逆にみんなが知ってるあるあるもあるかもしれないんで確かに。悪口以外をお願いします。ぜひコメント欄に書いてみてください。さよなら。